宇宙とつながる瞑想チャンネルへようこそ。ナビゲーターの千鶴です。今日もよろしくお願いいたします。はい、先週のね、土曜日、夜中11時半からでしたけど、ツインレイのね、統合瞑想にご参加いただきましてありがとうございました。アーカイブでね、見てくださった方も結構いらっしゃるみたいで、本当にありがたく思っております。藤井風くんのコンサートのグレイスのエネルギーをそのままお届けできてたらいいなと思っております。藤井風くんのね、グレイスの歌詞は本当に、なんていうのかな、そのワンネスの意識を刺激してくださる、すごいいい歌詞だなと思っています。ここのところ毎日 BGM で何するにもかけてたりします。はい。で、今日のタイトルですけれども、ツインレイは〇〇だけど〇〇ではないっていう〇〇がこう2つずつ入ってるね、そういうタイトルになっています。で、この〇〇、違う言葉が入ります。似てるけど違う言葉が入ります。さあ、何でしょう。ピーン。はい。だいぶ昭和感ですね。まあいいか。ツインレイは特殊だけど特別ではない。ツインレイは特殊だけど特別ではないというタイトルの、〇〇のところに特殊と特別が入ります。これは、その、ツインレイとか私が一番最初にこの、なんていうかな、そのツインレイみたいな概念に出会ったのは2010年だったんですけど、その時はまだツインレイって言葉はあまりメジャーではなくて、ツインソウルっていう言葉の方がメジャーでした。飯田文彦さんという、生きがいの創造という本を書かれたね、スピリチュアルの世界ではもう重鎮中の重鎮かなと思うんですけど、その方の本を本屋さんでこう見つけた時に、ツインソウルという言葉が目に入ってきて、なんじゃそれって。でも、なぜかすごく惹かれた、言葉でした。その後、例えば、小さな宇宙人とか、あとは、ネットの情報とかいろんなところでツインソウルという言葉に触れるようになって、なんかこう魅力的な言葉だったので、随分と、その言葉を頼りにしていろんな本を読んだりいろんなブログを読んだりして、魂の仕組みについて勉強する機会が増えていきました。そんな中で、その魂の片割れ、その究極のパートナーと言われるものですけども、それに対しての呼び名がいろいろあるっていうことに気がついてきまして、一番最初はね、ツインソウルっていう言葉に出会ったんですけど、その後インターネットでツインレイという言葉を知って、なんかツインって書いてあるけどレイって何みたいな。で、調べていくと、それは光線、光のね、線、光線でレイっていう意味だったんですよね。で、そのツインレイの情報が載っているそのサイトには、ツインレイだけじゃなくて、ツインフレイム、そしてツインソウル。その他にもツインメイトとか、ツイン〇〇っていうのがやたらと出てきて、ツインって双子だから2つじゃないのみたいな。すごい混乱したんですね。で、そうなったら読むしかないので読むじゃないですか。で、一体これはどこが出典なんだろうと思って、最終的に全然違うルートからその出典が見つかりまして、運命の脚本を書くっていう、大天使ミカエルのチャネリングをずっとされているロナ・ハーマンさんの、まとめ本みたいなやつがあるんです。で、この本の翻訳をされている大内博先生が私にとっては恩師になるんですけれども、大内博先生が翻訳されているこの本の中に、そのツインレイに関しての記述があったんです。で、この中だと、ツインレイの再会という、単元で、サナンダからのメッセージ、リサ・スミスを介してというページがあります。そこのところにね、そのツインレイとかツインフレームって何者なのかということが書いてあります。ご興味あったらね、後で説明欄の方にこの本のリンク貼っておきますので、もしよかったら購入したりとか、図書館でね、買ったりとかして読んでいただいたらと思います。またはね、サナンダ・リサ・スミスって入れると、このサナンダからのメッセージがネットで、いくつかサイトさんでね、取り上げられてますので、それを読んでいただくのもいいかなと思います。
で、サナンダっていうのは、シリウス的にイエス様のことを呼ぶとサナンダっていう言い方になるようです。で、要はサナンダ、つまりイエス様と同じ魂、同じ意識の存在がリサ・スミスさんという方にコンタクトを取ってきて、魂のその分裂の仕組みというか、ソウルファミリーの仕組みみたいなものを話してくれて、その中で究極の、魂の最後の分裂、男性性と女性性的なエネルギーに分かれて、地上に転生している存在についての説明が書いてあります。で、ツインレイ、この中だとツインレイっていうのがその魂の究極の片割れについての話になるんです。でもやっぱり文献によったりとか、あと資料によってはツインソウルをその魂の半分っていうふうに説明しているものがあるんですね。でそれの、私の中ではもしかしてオリジナルになるのかなって思うのはコブラという存在がいて、この方はプレアデス人の魂さんが、地球を、より良い星にするために大きな使命を持って人間として転生されている、匿名のコブラというハンドルネームを使っているブロガーさんで、この方が、書いているブログやら、その方のそのインタビュー集ですかね、こう勉強会みたいな世界的なカンファレンスみたいなのがそのコブラさんが主催するものであるんですけど、その情報とかを読んでいると、そこで究極の魂のパートナーのことはツインソウルというふうに言っています。でそれについて細かく知りたい方はですね、本になっているのは資料としてこのアンタリオン転換という本になります。この本の中に共通のビジョンを持った存在たちはつながり始めますっていう単元があって、そこでソウルファミリーについての記述があります。で、ツインソウルの転生とか、ソウルメイトとかソウルファミリーとかっていう言葉の使い方で魂の仕組みについて説明をしてくれています。他にもね、例えば滝沢太平さんとかが本書かれてたのだとスプリットメイトって言い方になってたりとか、なんかこう情報がいろいろと混乱してるな、どこのルートの情報、どこにアクセスするとその表現になるのかなってちょっと不思議だなって思いながら、それだけなんでしょうね、情報が錯乱している中でより純粋な情報を出そうと皆さん努力してくださって、結果逆に言葉が増えてしまってみたいなことになってるのかななんて思っています。ただ究極、ツインレイとかツインソウルというその、言葉が表現したいのは、たくさん魂が宇宙の大元源からね、分裂していって、最終的な一個の魂、これ以上分裂してもなくてもいいっていうところまで、分裂したところでさらにもう一個分裂してみようかって言って、男性性的エネルギーと女性性的エネルギーの、御霊に分かれて、でそれがどっちも地球に人間の体を持って入っている場合もあるし、片っぽは他の星にいて、片っぽが地上にいて、または片っぽは地上で人間としているんだけども、もう片っぽは光の存在でその人を導いているっていう場合、3パターンあるそうです。でじゃあ実際に自分のその魂の片割れが地上にいる人数ってどのくらいいると思います？私すごいびっくりしたんですけど、総人口のたった 5% だそうです。 5%。 でこの 5% に男女どっちも入るわけですよ。なので、2.5% がツインレイの片割れの女性が地上にいる男性で、総人口の 2.5% が地上に男性の片割れがいる、女性ということになります。総人口の 5% ですよ。 95% の人たちは地上にツインレイと言われる存在はいないんです。なので、今年はね、本当のツインレイかどうか、目の前にいるね、その人が、ツインレイなのか、ソウルメイトなのか、ツインフレームなのかっていうのがはっきりしてくるというふうに言われています。
今まではね、そのツインレイという考え方、その魂の片割れという考え方が、光の存在が人間のアセンションを導くためにも使ってきましたし、闇の存在が、人間のアセンションを抑え込むためにも使ってきていたので、そのめっちゃ情報が錯綜してるんです。自分の魂の片割れがはっきりとどこにいるか分かったら、人間ってすごく意識がクリアになって、無条件の愛に帰っていくのが簡単になります。そうすると地上は本当の愛でいっぱいになります。でそうなるとですね、実は今の社会システムとか、あとは何て言えばいいのかな、いろいろと、困る人たちがいるんだそうです。少なくとも、もし全員が自分のツインレイがどこにいるか分かったら、この地上から戦争は一切なくなるんじゃないかと言われています。それぐらいその人々をですね、無条件の愛に目覚めさせる素晴らしい相手なんですよね。じゃあなんで無条件の愛に目覚めてしまうのかっていうとですね、究極な話、ツインレイという存在は自分の魂を半分こしている、魂的には一卵性ソーセージです。なのでもう一人の自分なんですよ。だからツインレイと出会いたいって思うよりも、自分をいかに愛するか、自分を無条件にいかに愛するかっていうことの方が、いろんな意味でアセンションが早く進んで、その人の魂の悟りが早く進んで、自分のツインレイと、自由につながれるようになります。いいんです。地上にいなくても。他の星にいるのだとしたら、その方がよっぽどコンタクトが取りやすい、愛でつながりやすいです。もしも自分のツインレイが光の存在で、ずっと実は四六時中一緒にいてくれたということが分かったら、こんなに心強いことはないと思うんですよね。だからこそツインレイが地上に存在している人については、なかなかその修行チックな人生に、ね、なりやすいと言われています。なので今ね、すごくたくさんいろんなサイトや SNS でツインレイの統合について発信されている方いらっしゃいますよね。皆さんね、お一人一人読んでいくと、自分がツインレイに出会ってしまってとても苦しい思いをして、でその後無事に再会をしてね、統合したので、今度は誰かを支えたい、応援したいっていう風な思いでね、皆さん発信していらっしゃるようですね。なのでツインレイに出会ってしまったような気がする、とっても苦しいっていうような方はですね、ぜひそれを専門に発信されている方とその情報をね見つけて、でご自身が直感でこの人が言ってることは自分として信頼できると思う方につながっていかれるのがね、いいんじゃないかなって思います。で、このチャンネルではですね、タイトルにもあるように、ツインレイは特殊だけど特別ではないっていう考え方を私が持っているので、ツインレイについて特別な発信をしていくことはおそらくこれからもないと思います。今日も自分の中では特殊だけど特別ではないと。ツインフレームさんにはツインフレームさんの魂の目的があって、だからこそ2人一緒にいて安定したねパートナーシップを築いていると思うし、ツインソウルさんはツインソウルさんでお互いをね刺激し合って新しい何かを生み出そうと思うので、一時的にすごく仲良くなったり、ね、女性同士男性同士すごくいいチームワークを作ったりして、会社を作ったりとかね、いろいろこう社会を変革していくためのペアリングで活動されたりとかしているので、その方の魂が何を目指しているかで、ツインのどんな存在と出会うかっていうのは決まっているかなっていう視点で私は物事を見ているので、なのでおそらくツインレイの統合だけのための情報っていうのは今後も出していかないかなと思っています。ただツインレイのことだけ考えていると、人生に迷ってしまう時とか、あとはもうちょっと広い視点で考えた方が自分の心が楽になったりとかっていうことはねあると思うんですね。なのでそんな時にはぜひ私のチャンネルにね帰ってきていただきまして、視点をこう広げるような情報を、得ていただけたらなと思います。私もそういう意図で、今後も発信していきたいかなと思っています。
はい。それで、ツインレイと出会っちゃったような気がするっていう方が、この人がツインレイなのかどうかっていうのを、識別していくためにはですね、先日の私の、ライブ配信したツインレイの統合瞑想をしていただくといいかなって思います。光をイメージしていくことで、自分の本来の、魂の光と自分のツインレイの光っていうのははっきり見えてきます。そうすると目の前の方の魂の光が自分の魂の光と違うっていうことであれば、ツインレイではないわけですよね。じゃあツインレイじゃない人と出会ったからってがっかりかっていうと、そうじゃないと思うんですよ。ツインフレームさんでもツインソウルさんでも愛しい存在には変わりがないし、そしてその存在だからこそ交流できる大きな愛の循環っていうのは私はあると思っているんですね。目的があってその人と出会っているであれば、ツインレイかどうかっていうことは別にして、出会ったその方に精一杯愛を注ぐっていうことの方がとても健全な気がします。はい。ということで今日はツインレイについてのお話をさせていただきました。ツインレイはね、特殊です。私もすっごい特殊だと思います。ツインレイにね、出会ってとても苦労されている方も何人も知っています。で、その方たちがどれだけ魂磨きをしているかということも知っています。じゃあツインレイに会ってない人はそうじゃないのかっていうと、そんなことはなくて、ご自身の魂の使命をね果たすために、やっぱり皆さんね、分け隔てなく皆さん魂磨いてるんですよ。なのでね、やっぱり特殊だけど特別ではないっていう考え方を持っていた方が、なんていうか肩の力も抜けるんじゃないかなって思います。はい。では今日はこの辺でね、お開きにしたいと思います。はい。最後までね、見てくださりありがとうございました。この話が気に入っていただけましたら、高評価、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それからね、コメントも感想も嬉しいです。たくさんね、いろんな方のコメント、はい、書いていただけたらですね、それ励みにして前に進んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。